こんばんは。It's Sega and Brand で、今日は私たちのお気に入りの本をいっぱい紹介したいと思います。はい、皆さんは本を読みますか？自分たちもね、そんなにガーってさ読む方じゃないけど、自分は英語の勉強のためにまず読み始めたのもあるし、ブレンは日本語のね本を読んだりとか、そういろいろしてるので、自分たちがねお気に入りの本を紹介させてください。はい。じゃあね、まずは一番のね今のお気に入りプラスちょっとホットな今一番ホットな本を紹介させていただきます。はい、こちら。はい、これは Red, White and Royal Blue。日本語で言うと赤と白とロイヤルブルーという本です。はい、これはね、今すごく話題になってるやつで、なんでかっていうとAmazon の Amazon プライムで、映画が制作されるんです。実写化されます。これをね自分が実は読んだのは1年前ぐらいで、その時は映画化になるなんて知らなかったんだけど、ブレンが今これを読んでます。はい、もう半分ぐらいまで今読んだんだけどね。そうこれをねざっくり大まかな内容を説明すると、イギリスの王室の人が、プリンスがアメリカの大統領の息子と恋に落ちるっていうゲイのねお話なんです。はい、そうでこれがねすごくロマンティックでちょっとエッチなお話も含まれてる。そうだよ。そうだよ。本なんです。知らなくてさ、英語読んでる時にこれどういう意味とかって聞いてくるからさ、おおすごいエッチなんだね。そうなんかそう英語で多分日本語もあるんだよね。今日本語の調べたんだけど日本語でもありそうなんですけど、そう英語で自分は読んだんだけど、なんかすごくね表現が難しい部分があって、ブレンにねこれどういう意味って聞いたら、なんかすごいなんかエロい話だねみたいなそうこととかもあったから、結構ね面白い内容自体も面白いし、あとはそういうなんかちょっとエッチなシーンもあるから、そういうのが好きな人はおすすめかな。エッチが好きっていうか、なんか青春だよね。青春、本当に青春。ほら結構なんていうの、その男女カップルの青春の本がいっぱいあるんだけど、こういうね男同士の青春のその恋愛の話はあまりそんなにないじゃん。特に日本語訳されてるものはそんなにないからさ。でなんかほらそのイギリスの王室とかが好きな人は多分好きだと思う。そうだね。あとアメリカの政治とかに興味ある人も多分興味あると思うから、ぜひぜひ。そうね。だからこれが映画化ね、もう近々8月に映画化されるらしいので、もうそれにまだ間に合うと思うので、ぜひまだ読んでない方はぜひチェックしてみてください。はい、俺も頑張って読みます。そうだね。あと半分だから。ちょっとゲイつながりで、てか自分がおすすめする本はほとんどゲイなんだけど、これも前話したことがあると思うけど、このラブサイモン、これはもうね映画化されて結構人気だった作品なんですけど、これはもう高校生の青春。そうだね。で日本語版も多分あると思うんですけども、もし英語勉強してる方、これは結構自分でも分かりやすかったので、本当にちょっと簡単な英語が使われてるので、そこまで難しくなくゆっくり調べながら面白く読めると思うのでおすすめです。でこれはこの話のちょっとした続編、だからこれがこんぐらいの厚さで、これはちょっとしかないからさ、これ読み終わった後にその後ちょっとどうなったのかなっていうことが気になる人はぜひこれもおすすめです。一緒に合わせて読んでみてください。はい、こちら月王っていう小説ですね。これはこの間日本に帰った時に買った本で、まだ途中までしか読んでないんだけど、これも一応なんか男同士の恋愛の話も入ってる。そうだから買ったんだよ。そうなんだ。なんかそういう本を調べてこれが出てきたからこれを買ったんだけど、なんかまだちょっとしか読んでなくて結構言葉が難しいんだけど、頑張って読んでる。でも面白いよ。月をおすすめ。多分知ってる人は知ってると思う。ワンダー、これもねすごく読みやすかったんだけど、すごくね心温まるストーリー、でこれは映画化もされてて、映画を見てから小説読んでもいいし、小説読んでから映画見てもいいかなと思います。生まれた時から顔が他の
子供の顔とちょっとなんかパーツがずれてるというか、うんうん、そんな話だよね。そうでその子がほら学校に行きたいとか学校でちゃんとみんなと一緒に同じことしたいとか、なんかそんな話で親がそれを怖がるとか、そんなそうだね感じだよね。そうだからなんか子供はね、結構前向きに、でも親がすごくさ守ってあげたくなっちゃうじゃん、心配して。そうほらなんかモンスターとかさ、子供は結構ひどいこと言ったりとかするから、まあでもそれでもすごく前向きに、前にその進んでいく、立ち向かっていくっていう、その話で、もう最後はすごく感動する話だから、ぜひ読んでほしいし、映画も素晴らしかったので、ぜひ皆さんに見てほしいなと思います。そうだね、なんか自分は他の人と違ってても大丈夫っていうメッセージだよね。本当におすすめです、ワンダー。こちら次は海辺のカフカっていう本です。でこれは村上春樹ね、日本の村上春樹なんですけど、これは英語版で、自分も英語版読んで、で最後も読んだよね、英語版で。だからこの話は不思議本当に不思議な話で、しかもちょっとだけ LGBT 関係も出てくるから、面白い、おすすめ。そう、四国に行きたくなるような話です読んだことなかった村上春樹の本を読んだことがなくて、この本だけ初めて読んだんだけど、すごいなんだろうね、引き込まれた、不思議、なんか猫が喋ったりとかさ、なんかそういうのがでもなんだろう、不思議だけどちょっと当たり前になっちゃってたりとか、そうね、なんかしかもすごい日本っぽさがある、ね、そう、これを読んだ後に、なんかその舞台になった土地四国とか東京行ってみたいとかなるぐらい、なんかその文字だけですごくうまく周りの状況がもう想像できるのは、やっぱりこの村上春樹の、すごいとこだなって思うね。その不思議な世界観であってもなんか想像できちゃう、この言葉の表現の仕方、そう英語だからちょっと難しかったけど、でもなんかそれでも分かりやすかったから、そうだね、すごいなと思う。日本語でもぜひ読んでみたいと思うけど、ね、これも楽しいだからおすすめです。おすすめです。これはね、自分の好きな本、今小説の一つなんですけど、はい、この本はちょっと続編なんだけど、そうこれオリジナルの本もすごく面白いんです。そうこれね、でもね調べたんだけどさ、日本語では多分出てないんだよね、まだ。ないかな。そう俺が調べた限りは出てないんですけど、まあぜひ気になる方、日本語あるか調べてみてください。このアリストテレスだったかな、日本語だとアリストテレスとダンテのなんか物語なんだけど、そうこれが本当に青春おすすめです、結構分厚いんだけど、この本もそこまで英語が難しくなくて、なんかちょっと日記みたいな感じっていうのかな、すっごく読みやすくて、なんだろう、すごく胸がなんかドキドキするお話です。この本もそうだし、あとそのラブサイモンとかワンダーとかの本は、英語だけどその学生向けの本だから、だからそんなに難しくない。そうだね。でこの本はあれでしょ、日本で買ったよね。そう、日本で買った。日本の紀ノ国屋の英語の紀ノ国屋でこれ買ったんだけど。買ったんです。ぜひだから日本でも買えるってこと、日本でも買える、でこれ2個ね、これが続編なんですけど、オリジナルのその第1回目のやつもね、売ってるので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください、そのうち日本語版出るといいね。なんだろう、そのゲイであることの葛藤と、あと家族の中の問題とか、なんかただのラブコメじゃないって感じ、なんかトラウマがあったりとか、それを乗り越えとか、そういう話があるから、すごい感情移入しやすい、本だなと思いました。いいね、俺も読みたいな。友達は借りパクしてんだよそうなんだよ、これ1年以上1年以上さ、そのオリジナルのやつ借りパクしてて返してほしいんだけど、そう俺もその一つあるんだけど、友達が今借りてるやつ、その人っていう、日本語の小説なんだけど、特に画像出すんだけど、この本もすごい良くて、でなんかもうあまりなんか内容をばらしたくないんだけど、でもメッセージとしてはなんか頼ってって言ってくれた人にちゃんと頼りなさいというメッセージで、我慢しないでちゃんと人に取りましょうというメッセージだから、すごいいいと思った。その本、人っていう本です。では次に紹介する本はこれです。 Call Me By Your Name、 君の名で呼んで、日本語だったかな、でこれはもうね、みんな
多分してると思うんですけど、これ実写化されてて、もう2018年だったかな、に映画出たんだけど、もうイタリアでのゲイの恋愛の物語なんですけど、これも映画を見たことあるんだけど、この本も途中までしかまだ読んでなくて、この次のほら白と赤のロイヤルブルーが出るから、もう先にそれで読もうと思って後でこれ読むんだけどこれもおすすめですね。そうこれはなんか映画を見てからでもいいかな、でもなんか映画がすごいよくできてて、なんかあれがきっかけでちょっとイタリアの街とかに興味を持ったぐらい本当に引き込まれて、なんかイタリア旅行に行くって決めた時はもうここの場所っていうか、なんかこれをなんか目的に行ったっていうかさ、なんかその景色をちょっと確かめたくて行ったっていうのも理由の一つかな、ね、あと音楽がすごく、なんだろう、映画に合ってて、そうだね、そう映画がもう一つのアート作品みたいな感覚に思えるぐらいだから、音楽もほんとピタシだね、俺はもうイタリアでその音楽をリールに使った、そうそうそう、インスタグラムね、フォローしてくれてる方は自分たちのイタリア旅行のね、インスタのリールを見てくれればこの映画の音楽が使われているので、ぜひチェックしてみてください。おすすめニューヨークっていう漫画だね、これは、そうなんだけど、これが BL の漫画でしょ。結構人気みたいで、しかもすごい古い、すごい古い、多分30年とか前だよね、昔からね、なんかこのコメントとかでニューヨーク読んでくださいとか、読んだことありますかって来てて、そうなかなか手にすることがなかったんだけど、チャンネル登録者の方が送ってくれたことをね、きっかけにそう読んでみたら、すごくなんだろうね、悲しいプラス、でも心温まるお話、なんかどうなっちゃうの、ハラハラドキドキみたいなのがこの 1,2 巻で完結なんだけど、なんかすごくスリリングだよね、なんかジェットコースターに乗ってる気分、しかもこの時代の中の LGBT のね、ゲイの男同士の話だからさ、それもあるよね。そう、ちょっとね、身の危険を感じることとか、そんなに簡単にカミングアウトできない状況とか、そういうのも書かれてて、すごくリアルだなって思いました。でもこれを読み終わった後に、なんかその自分の他人とか相手を大切にしようっていう気持ちになれるような作品で、ただ悲しいだけじゃなくて、そういういい面もあります。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで私たちのおすすめと今読んでる本とかを紹介してみました。はい、もうこれ以外にもいろいろあるんだけどね、だけどもう全部話すともうキリがないからそうだ、ね、とりあえずこれにまとめました。はい、ということで、ぜひ皆さんもね、おすすめの本とか、こういうの読んでみたいとか読んでほしいっていうのがあったら、ぜひコメント欄の方で教えてください。あと読んだことある人、感想など教えてください。はい、ってことでね、じゃあ今日の動画はここまでになります。はい、この動画面白いと思ったら、あと読んでみたいっていう本があったら、ぜひ高評価とチャンネル登録の方お願いします。あとは SNS とポッドキャストのリンク概要欄の方にありますのでチェックしてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。